こんにちは。この動画は Unreal Engine 5用ダンジョン生成プラグイン、ダンジョンジェネレーターのチュートリアル5回目です。このチュートリアルを学ぶことで、ランダム生成されるダンジョンを、あなたのプロジェクトに組み込むことができるようになります。チュートリアルでは、ファーストパーソンテンプレートを使用していますが、他のテンプレートでも使用できます。ダンジョンジェネレーターは FAD で発売しています。機能を限定したフリー体験版を GitHub で配布しています。ダンジョンジェネレーターは Unreal Engine のバージョン 5.1 以上に対応しています。今回はダンジョンのミニマップの生成について説明します。プラグインのバージョンが 1.7.4 以上か確認してください。ウィジットという名前のフォルダを作成します。次に、ミニマップ用のウィジット、ブループリントを作成します。親クラスにダンジョン、ミニ、マップ、ウィジットを指定してください。名前は何でも構いませんが、ここでは UBP ミニマップという名前にします。キャンバス、パネルを追加。続いて、リテイナー、ボックスを追加。もう1回キャンバス、パネルを追加します。リテイナー、ボックスの大きさがミニマップの大きさになるので、見やすい大きさに調整します。ミニマップ画像を出力するイメージを追加します。次にミニマップを加工するマテリアルを用意します。ミニマップのイメージを作るためのマテリアルを追加。名前を M ミニマップにします。続いて、リテイナー、ボックスで使うマテリアルを追加。名前を M リテイナー R ボックスにします。UBP ミニマップに戻ります。チェックを外すと、生成済みミニマップテクスチャを使用します。マスク用テクスチャを生成。北が上を指します。チェックを入れると、テクスチャサイズを基準にミニマップを生成して、チェックを外すと、グリッドを基準にします。マスクを振り抜く半径。出力先マテリアル。先ほど作成した M ミニマップを指定します。ミニマップを出力するイメージとバインドするため、表示名をコピーします。出力させるイメージの名前を変更します。名前を一致させることで、ミニマップウィジットとイメージが自動的にバインドします。アウト、マテリアル内のテクスチャにミニマップテクスチャをバインドします。ユーザー、インターフェースに変更。テキスチュア、パラメーター 2D を追加して、名前をベース、テキスチュアにします。
今回はマスクテクスチャに対応するので、マスクテクスチャのテキスチュア、パラメータ 2D を追加。マスクした部分のみ表示するマテリアルにします。続いて、リテインはボックスのマテリアルを設定します。先ほど作成した M リテイン R ボックスを設定。入力テクスチャ名をコピーします。マテリアルを開きます。M ミニ、マップと同様にユーザー、インターフェースに変更。テキスチュア、パラメータ 2D を追加して、名前をテキスチュアに変更します。ミニマップを丸い形にくり抜きたいので、マスクするテクスチャを追加します。プラグインコンテンツにテクスチャがあるので、設定します。表示されない場合は、プラグインコンテンツが表示に含まれているか確認してください。ブレンド、モードをオパクへからトランスルーセントへ変更。入力テクスチャの RGB をファイナル、カラーに接続。マスクの R をオパ質に接続。レベルブループリントを開きます。ウィジットを作成するノードを追加。作成した UBP ミニマップを指定します。プレイヤーのビューポートに追加します。実行するとミニマップが表示されます。マスクを有効にしているので、移動した部分にのみ表示されています。常に全体を表示したい場合は、マスクテクスチャを生成しないようにすると、メモリの効率が良くなります。次は、ミニマップ上にアイコンを表示してみます。アイコン表示用のウィジットを作成するため、ウィジットブループリントを作成してください。男女のアイコンウィジットを選択します。名前を UBP コンズにします。作成した UBP コンズを追加します。UBP コンソをバインドする必要があるので、アウト、アイコン、ウィジットの表示名をコピーします。あと、プレイヤーを表示するイメージを追加します。
プレイヤーアイコンを中心にするため、アンカーやピボットの調整をします。他のアイコンよりも優先するため、ひとまず20にします。プラグインコンテンツからテクスチャを選択します。アウト、アイコン、ウィジットを選択します。アイコンとして表示するテクスチャを追加します。とりあえず、プラグインコンテンツの鍵アイコンを指定。更新イベントを追加します。最初にプレイヤーアイコンの更新をします。プレイヤーの角度を取得。レンダラーに設定。ピックにつなげます。動作の確認をします。ミニマップ中央にプレイヤーのアイコンが表示されています。ミニマップをノースアップに切り替えてみます。プレイヤーアイコンがカメラの向いている方角に同期します。敵をミニマップに表示してみましょう。敵を識別する情報を追加するため、前回作成したサブレベルを開きます。敵になるアクターのタグにエネミーを設定します。ゴーレムを配置したサブレベルも同様にします。UBP ミニマップに戻って敵アイコンの更新を追加します。クラスとタグでアクターを絞り込みます。今回はスケルトールメシャクトーですが、ゲームではキャラクターなどの適切な型を指定してください。タグはエネミーを指定します。条件に該当するアクターを更新します。アイコン、レジスター、OR、セットを使ってアイコンの登録と更新を行います。プレイヤーアイコンより下、ミニマップよりも上に表示したいので10を設定します。アイコン、インデックスはアウト、アイコン、ウィジットで登録した番号を設定します。0番は鍵のアイコンです。確認してみましょう。
こんばんは。悪い子はいねが。泣く子はいねが。おお、何かいるようです。やっと見つけた。ミニマップと同じ位置に騎士たちがいます。ゲームデザインによっていろいろな情報が必要になると思います。機能が足りないということもあるかもしれませんが、このウィジットが手助けになれば嬉しいです。今回はミニマップについて説明しました。ダンジョンの探索がしやすくなってきたと思います。次回は負荷軽減のためのシステムについて説明いたします。いいねやコメントどうもありがとうございます。少しずつフォロワーさんが増えてきてくれて大変励みになっています。ドキュメントへのリンクは概要欄をご覧ください。質問は Discord や GitHub のディスカッションにお願いいたします。また、アートに関すること、機能に関することなどご意見も大歓迎です。ご視聴ありがとうございました。へばなー。